皆さんこんにちは、かっちゃんです。ちゃかね。ということで今日はレンチンしてすぐに食べられる冷凍作り置き弁当レシピということで、鶏のつくね、卵そぼろ、炒め物をご飯の上に乗っけた鶏つくねのっけ弁当を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料は木綿豆腐1/2丁 150g、 鶏ミンチ 250g、 小松菜1/2袋 100g、 しめじ1/2房 100g、 卵3個になります。その他細かい調味料や材料は動画の概要欄にも記載してあるので、そちら参考に作ってみてください。はい。ではまずおかずを作り始める前にご飯の粗熱を取っておいた方がいいので、冷凍可能な保存容器にご飯を入れていきます。で、ご飯の量はだいたい 180g から 200g ほど。だいたいね、5食で3合分ほどの目安になるんですけど、目安にお好みの分量を入れて作ってみてください。ではご飯を入れたら乾燥しないように斜めに蓋を置いて、ご飯の粗熱が取れるまで冷ましておきます。では木綿豆腐は水切り不要なので、表面の水気だけキッチンペーパーで拭き取って使っていきます。水気を拭き取ったらボウルに入れて、鶏ミンチ 250g、 片栗粉大さじ2、塩小さじ1/4を入れ、豆腐を潰し全体に粘りが出てくるまで練り合わせます。では肉種を準備したら使うまで冷蔵庫に入れておきます。小松菜 100g は根元 1cm を切り落とし 1cm 幅ほどに切ります。しめじ 100g は石突きを切り落とし小房に分けます。ボウルに卵3個、片栗粉小さじ1、水小さじ1、砂糖小さじ1、マヨネーズ大さじ1、塩小さじ1/4を入れ、卵と共具し混ぜ合わせます。卵に調味料や水、片栗粉を入れておくことで、冷凍しても卵が硬くならず、ふんわり美味しく食べられます。卵とほぐし混ぜ合わせたら、フライパンに油をひいて中火で熱します。ではフライパンと油が温まったら溶き卵を流し入れます。では流し入れたら菜箸で全体切るように混ぜながら炒り卵を作っていきます。はい。では炒め終えて全体がパラパラとするまで火が通ったらボウルに取り出しておきます。では空いたフライパンに油をひいて中火で熱し、用意しておいたしめじと小松菜の芯の部分を入れて炒めます。葉の部分の方が火の通りが早いので、先に芯の部分としめじを炒めていきます。はい。では炒めてしんなりしてきたら、小松菜の葉の部分、醤油小さじ1、砂糖小さじ1/2、だしの素小さじ1/2を入れ、炒め合わせます。冷凍した時に水っぽさ残らないように、しっかりと炒めて水分を飛ばしていきます。最後塩少々で味を整えていきます。ご飯の上に乗せるので、気持ち濃いめくらいの味付けにしていただくのをおすすめします。ではしっかり汁気がなくなるまで炒めたら、ボウルに取り出します。はい。では空いたフライパンを一度きれいに洗い、油をひいて中火で熱し、作っておいた肉種を冷蔵庫から出して、スプーンですくい、丸く形を整え、平らな円形に並べ入れます。今回1つのお弁当につくね3つ入るので、だいたい15等分になるように作ってみてください。はい。ではフライパンに並べ入れたらそこに焼き目がつくまで焼きます。ではそこに焼き目がついたら返します。では返し終えたら弱めの中火にして蓋をして2分蒸し焼きします。では2分蒸し焼きしたら醤油大さじ2、みりん大さじ2、砂糖大さじ1を入れ、中火から強めの中火で加熱し、水分を飛ばし煮絡めます。はい。では水分を飛ばし煮絡めたら最後の一品、鶏つくねの完成です。はい。ではおかず3品ができて、ご飯の粗熱も取れたので、炒り卵を5等分し乗せていきます。炒り卵を乗せたら、手前に小松菜としめじの炒め物を5等分して乗せます。で
では小松菜しめじを乗せたら、端一列につくねを乗せます。ではつくねを乗せたら、つくねの上にいりごまを散らします。OK。はい。ではこんな感じで、レンチンするだけで食べられる、鶏つくねのっけ弁当の完成です。でこれ試作で作って冷凍しておいたものなんですけど、蓋をして冷凍で保存し、3週間ほどを目安に食べてください。で、温め直す際は、蓋が耐熱の場合は、蓋を斜めに置いていただくか、ラップをかけて 600W の電子レンジで4分半から5分半ほど食材が温まるまで加熱して食べてみてください。前回の冷凍ビビンバ弁当の動画のコメント欄に会社に持っていく際の加熱方法の質問コメントを他にもたくさんいただいてたんですけど、実際に私でも何パターンか試してみました。1番目のおすすめは、冷凍のまま保冷剤と一緒に保冷バッグに入れて会社に持っていき、食べる際に電子レンジで食材が温まるまで加熱して食べる方法です。半日とっても半解凍状態だったので、一番食中毒リスクが低く、持ち運んでも安心安全に美味しく食べられると思います。2つ目は、前日の夜から冷蔵庫に一晩入れて解凍。当日保冷剤と一緒に保冷バッグに入れて会社に持っていき、食べる際に電子レンジで食材が温まるまで加熱して食べる方法です。一晩冷蔵庫に入れておくことで、ほぼ解凍されている状態だったので、会社で食べる際に加熱時間を短縮できるという利点があります。ただ自然解凍された状態だったので、お米が少しベタっとした状態だったのと、持っていく際に保冷剤を多めに入れていただくか、会社に冷蔵庫がある場合は、冷蔵庫に入れていただくことをお勧めします。3つ目は、持っていく際にレンジで加熱して温め、粗熱をしっかりと取って、保冷剤と一緒に保冷バッグに入れて会社に持っていく方法です。こちらは普通のお弁当と同じ状態になるので、特に夏場の暑い時期は食中毒に気をつけて持ち運んでいただくのをお勧めします。すべての冷凍弁当に言えることは、一度冷凍したお米は温め直さないとパサついて美味しく食べられないということです。職場によって電子レンジがあったりなかったり、使える時間が限られていることもあるかと思うので、自分に一番適した持ち運び方法でぜひ会社に持って行ってみてください。はい。ではこんな感じで、レンチンしてすぐに食べられる冷凍鶏つくねのっけ弁当の完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回は、レンチンしてすぐに食べられる冷凍鶏つくねのっけ弁当を作ってみました。それでは、本日は沖縄県産パイナップルで乾杯。乾杯。パイナポー。じゃあ早速いただきましょう。最近冷凍の作り置き弁当にハマってるんですけど、今回は冷凍してもしっとり柔らかな鶏つくねを乗せた鶏つくねのっけ弁当を作ってみました。ちょっとこれは冷凍せず今できたばっかのものなんですけど、このままいただきます。つくい、しっとり柔らか。鶏ミンチに豆腐を合わせることによって、ちょっと硬くなりがちのつくねなんですけど、豆腐がうまくつなぎになり、冷凍してもしっとり柔らかに美味しく仕上がります。で、つくねにはしっかりと調味料を絡めることによって、この甘じょっぱい味付けがご飯にもつくねにもよく合い、美味しく食べられます。じゃあこの卵や炒め物もいただきましょう。入り卵と炒め物を一緒に合わせることによって、つくねの色味に黄色と緑が入り、見た目も綺麗に仕上がります。で、卵にはあらかじめ調味料や片栗粉を合わせることによって、これも卵そのままで炒めると、ちょっと冷凍して解凍した際にパサついたりすることがあるんですけど、うまくつなぎになり、冷凍弁当にしてもしっとりと美味しい入り卵が作れます。で、炒め物の部分も、小松菜やしめじの使いやすい野菜を使いながら、しっかりと水分を飛ばすことによって、冷凍しても下のお米がべたつかずに美味しく食べられます。卵にも炒め物にも割にしっかり味付けをしてあるので、ご飯の上に乗っけて一緒に食べて美味しく食べられる味付けになってます。じゃあ冷凍してこのね、解凍したものもいただきます。出来上がりをすぐに食べていただいてもいいですし、こうやって冷凍保存することもできるので、冷凍庫にストックしておくと、レンジで温めるだけですぐに食べられてとても便利です。
で、冷凍パスタや冷凍ビビンバ弁当今まで作ってきて、結構コメント欄でもぜひシリーズ化してくださいとかリクエストいただいてありがとうございました。ちょっとこれから色々作れたらいいなと思ってはいるんですけど、割に私はこう、のっけ弁当みたいな感じで、前のビビンバもそうだったんですけど、結構具材をたっぷり、ごちそう感のある感じの冷凍弁当にしているので、ご飯プラスおかずもたっぷり食べられ、あとはね、これに汁物あればいいくらい、ボリュームもあって美味しく仕上がります。で、今回も卵とか、つくねにも豆腐入れてますし、あとは野菜でヘルシーに手作りで安心して美味しく食べられるお弁当レシピになってます。はーい。ということで今日はレンチンしてすぐに食べられる冷凍作り置き鶏つくねのっけ弁当を作ってみた動画でした。柔らかな鶏つくねにしっとりとした卵、野菜の炒め物がご飯にもよく合ったとても美味しいレシピになってます。ほんとこう冷凍しておくとレンチンしてすぐに食べられますし、おかずもたっぷりボリューム満点のとても美味しいレシピですので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方は、グッドボタン、レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、つくねー。上の具材がつまみになる。